落ちて競って押し合って新車両の性能を徹底解剖 USC ラボ。本日は2026年6月にアメリカで発売されたトーマスの新シリーズモータライズドトーマス2026の走行性能をプラレールトーマスと競わせながら徹底レビューいたします。こちらモータライズドトーマス2026はトーマスアニメの新シリーズに合わせてアメリカのフィッシャープライス社が新たに製造し、現在世界中で話題となっているプラレールのように線路を走るおもちゃとなります。日本では発売されていないアイテムですが、この動画の最後に購入方法をご紹介いたしますので、ぜひ最後までご視聴ください。さあ早速見ていきましょう。海外製品のため裏面はこんな感じ。このバーコードめっちゃ可愛いですね。開封方法はパッケージの底を開ける感じかな。よいしょ。お、なんか出てきた。これは説明書ですね。電池の入れ方などが書かれています。そしてこの留め具を外していく感じかな。よいしょよいしょ。そして出てきました。いや、これめっちゃかっこいい。フィッシャープライスの車両ってディティールの作り込みが細かいと定評があるんですが、これはまたクオリティが上がりましたね。そしてそう、ここが気になってたんですよ。今回の車両、連結部分が一新されたんです。左が旧モータライズドトーマス、右が最新モデルなんですが、今まではプラレールと同じようにプラスチック製の留め具だったんですが、今回から磁石で連結するようになったんですよね。これは牽引力っていう面では前のモデルに比べて落ちそうですが、木製トーマスの貨車と連結させたりできそうだから、遊び方の幅が広がるかもしれませんね。そしてタイヤはここは変わらずって感じですね。あとこれスイッチも今回大きく変わったんですよ。今まではこういったレバー式だったんですけど、今回からスイッチ式に変更になったんです。押した感じは硬くなく押しやすいですね。ということで引き続きスペック紹介もしていきますが、ここからは実際にプラレールトーマスと走行させながら見ていきましょう。まずはスピード&牽引力チェック。貨車を一つつけた状態と外した状態で直線コースのレースを行い、性能をチェックしていきます。果たしてどちらが速いのか。レディーゴー。飛び出した2両、スピードはほぼ互角か。いや、これはわずかにプラレールトーマスの勝利。続いて貨車を外して競わせます。レディーゴー。お、これはまたちょっと違う展開。おお、2度目の走行はモータライズドトーマスの勝利。この違いは何でしょう。これだ。プラレールの車輪の方が地面との接地面に丸みがあるのに対して、モータライズドの車輪は平面なんですね。なるほど、摩擦の違いがあるってことですね。続いて馬力勝負。プラレールとモータライズドを直線レールで押し合わせ、押す力がどれくらいあるのかチェックします。ちなみに前情報として、モータライズドトーマスは電池を抜いた状態で 85g、 対してプラレールトーマスは 97g と約 10g の差があります。果たしてこれはプラレールトーマスの圧勝です。いや、これはしょうがないですよね。ちなみに今回の車両って旧モデルに比べて中身も変わってるんですよ。旧モデルは単4電池を2本使用するところ、今回から単4電池が1本になったんですよね。っていうことは旧モデルに比べても馬力が弱くなったってことですかね。ちょっと試してみましょう。あれ、いや、これはすごいですね。力が均衡して勝負がつかなかったから結果としてはドローですが、プラレールトーマス同様約 10g も重い相手の動きを止めてしまいました。これはプラレールには負けたけど、モータライズドとしてはすごい進化を遂げてるってことですよね。いや、面白いですね。さあ、いよいよ最後の走行です。トラックマスターでおなじみ、超難関コースでタイムアタックをさせ、推進力とバランス能力をチェックします。ちなみにこのチェックの後に今後の動画についての重大発表がありますので、ぜひ引き続き最後までご視聴ください。まずはプラレールトーマスから。
このコース、当チャンネルでは何度も登場し、数々のプラレールを泣かせてきた激坂のオンパレード。やはり今回もかなり苦戦しています。しかしなんとかじわじわと登るプラレールトーマス。よし、おっと一瞬落下するかと思いましたが、なんとか立て直し、今ゴール。ただいまの記録27秒。果たしてモータライズドトーマス2026はプラレールトーマスの記録を超えることができるのか。ここまでは順調。お、坂もスルスル登っていきます。そしてOK、何の問題もなくゴール。ただいまの記録21秒ということで、推進力とバランス能力はモータライズドトーマスの勝利です。いやー、面白い結果になりましたね。今回登場したモータライズドトーマス2026はなんと概要欄のリンクから購入いただけます。ぜひ日本ではまだ希少な車両をゲットしたい方はチェックしてみてください。そしてここでもう一つ重大発表です。次週より USC の競技と並行しながらモータライズド2026シリーズの他の車両の紹介も行っていきます。まだチャンネル登録をされていない方はぜひ登録の上覗きに来てください。それではまた次回の USC で。